今日のモチーフ、椎茸です。複数のモチーフですね。割と3つとも近くに置かれているので、それぞれこのちょっと離れているところと接しているところがあります。複数のモチーフではね、この距離感、空気感っていうのかな。これをよく見ながら描くといいと思います。一緒に練習していきましょう。では今日のチェックポイントです。シルエット、形の見方について、明暗、立体感、質感ですね。順番に見ていきましょう。まずはシルエットから。ですね、最初から細かいところを書き込むと、形が間違っていた時に修正が大変です。先にこういう大きな形を見てみましょう。思い切って、この3つの椎茸をまとめて、1つのシルエットとして観察すると、モチーフ全体のこういうバランスがね、つかみやすいです。そこからシルエットを少し分けていくと、濃いピンクと薄いピンクのこの2つの面積だけで形を見ることができます。さらに細かく分けるとこんな感じですね。今日のモチーフは、これなんていうのかな。屋根というか、傘か。傘の部分と内側のこのひだの部分、あと茎っていうのかな。柄の部分。この3つの範囲が特徴的なので分けてみました。このシルエットの見方っていうのはこれからね、たくさん物が並んでるデッサンを描くときにも役立つと思います。あと、形に行き詰まったときにも、一旦ね、この全体のね、シルエットを見る時間をとってみてください。次、形の見方について、書き進め方、書き始め方に迷うなっていう方向けの下書きの本当に一つの例です。今日のモチーフ、パッと見るとね、こういう塊かなって思います。こんな感じですね。なんとなく右上に傾いている三角形です。もうちょっと詳しく見てみると、塊を3つに分けられます。この時、椎茸のこの上の2つは、ちょっと右肩下がり。で、一番下のこれですね。この子は右肩上がりになっているというところを見ています。あと先ほどの、屋根じゃなくて傘の部分。この傘とひだの部分を大まかに書き分けます。あと、そうですね。傘の縦の幅。ここがね、それぞれ違うので、この2つに比べて、ここがちょっと太ってるなとか、そこら辺を観察しましょう。そして柄の部分ですね。傘に対してどんな角度で生えているかを確認します。それをするために赤色でセンターラインというかね、軸になる線を引いてみています。そこから光と影の方向を観察します。どこが明るくて、どこが暗いのか。すぐ後でね、詳しく見ていくんですが、光と影のね、この大体の方向を、もう複雑な時には私はメモのように書いておくことがあります。影になってるなと思った範囲には、こうやって暗いトーンをね、少しずつ乗せて重ねていきますね。ふわっとしたね、こういう机の接地面のね、この辺の影もトーンとして乗せていきましょう。そして最後に、椎茸の形に沿って細かい鉛筆のタッチを乗せていくと、だんだん立体的に見えてきます。鉛筆のね、タッチによく悩まれてる方もいらっしゃるんですが、こっちかな。ふわっとしたトーンの乗せ方。これと繊細な鉛筆のタッチのこの使い分けがね、課題になりますね。書き方はこの順番じゃなくても大丈夫です。ぜひね、この大まかな形から細かいところにちょっとずつ書き進めるっていう練習に今日のモチーフ使ってみてください。次は明暗です。さっきもね、出しましたが、左上に光源があります。光源っていうのは光の源でね、左上に明かりがあるんです。で、黄色のところが明るい範囲。青色が濃いほど暗い範囲になります。今日はですね、この左上とか、このひだの部分、この上の範囲がすごく明るくって、ここもかな。右下のこのあたりですね、椎茸たちがこうやって接している部分が暗く影になります。
ちょっとわかりやすいように、こちら、背景のね、白もね、黄色にしてみました。この左下の明るい範囲を見ていただくと、背景の白とほとんど同じぐらいの明るさなんですね。その辺に比べると、この上の2つはここがね、暗く影になっていて、同じひだの部分でもこれだけ明暗が違います。このあたりも観察してみてください。次に立体感。結構丸みを帯びたモチーフです。椎茸のね、ちょっと見えるかな、ここに繊維がサカサカサカってあるんですけど、これを見ると立体感がつかみやすいかなと思います。あとはね、最初にお伝えしたように椎茸同士のこの重なり、ここをうまく表現できると遠近感を出しやすいです。ちょっとね、これですね。遠近感っていうのは手前と奥ってことですよね。近いところと遠いところ。今日は丸で囲ったところが重なっている部分です。奥の方をね、手前よりも少し暗くするだけで、明るい範囲をね、ぐっと前に出すように見せることができます。ちょっと強調するとね、こんな感じです。暗いところの方が奥に見えますよね。ここまでね、オーバーにしなくていいんですが、立体感とかね、奥行きの表現になるので、よかったら試してみてください。最後に質感です。右側にいろんな質感のものを並べてみました。光沢の形というかね、強さを見ていただきたいんですね。ガラスとか、この、なんでしょう、これ鉄かな、ステンレスかな、金属のようにね、硬い素材は、ライトが当たると、かなり力強く光を反射します。コントラストっていうのが強いんですね。コントラストっていうのは暗いところと明るいところの差が激しいってことですよね。今日の椎茸は割ともしゃもしゃした質感で、あんまりはっきりとしたこういう光沢はないんです。どっちかっていうとね、これココナッツの皮らしいんですが、このワシャワシャ感に近いですかね。こういう白と黒みたいなところをね、強調すると、今日ここを真っ白にして、ここ真っ黒にしようってやると、だいぶ硬い椎茸に見えてくるので、ちょっと緩やかなね、グラデーションで、ちょっと優しく気持ち優しいグラデーションで表現した方が、食べやすい椎茸になるかなと思います。はい。それでは書いてみましょう。